はい、おはようございます。八方ふさがりです。とりあえず今日は、自分が昔バイトをしていた時のことをお話ししようと思います。だいたい今から15年くらい前だと思うんですけど、当時の私はスーパーのレジ打ちをしていました。で、そこのバイト先はなんかね、レジの速さとか、点数とか、レジを打ったお客さんの数が一覧にまとめられて、掲示板に公開されるところだったんですよ。で、別にノルマとかはなかったんですけど、誰それのレジスピードが速いとかが一目瞭然になるよっていう会社でした。はい。この私はすごい競争させられる感じがすごい嫌だったんですけど、ゆとりです。はい。で、なんだかんだね、自分は結構仕事ができてしまったんです。悲しいことに。いつもなんだかんだで上位にいるみたいな。全然嬉しくないんですけどね、スピードが速いと。うん。なんでかっていうとですね、レジを打つスピードが速い方が損なんですよね。うん。なんでかっていうと、スピードが速いってことは、相対的に接客数が増えるわけですよね。で、今度は接客数が増えるから、疲れるわけですよね。もすごく疲れるんですよ。結局、頑張れば頑張るほど疲れる。なんだこのシステムは。で、仕事なんでね、まなんだかんだでね、仕事だしと思ってね。私真面目なんでね、そこはね、割り切ってやってたんですけど、仕方ない。で、だけど、そんなある日ですね、本当に、私のモチベがね、すごい下がる出来事が来たんですよ。あの、サービスカウンターとかによくいるパートさんがですね、こその表を見て、私に言った一言が、今日は、誰々ちゃんのミスが1回で、あなたのミスは2回で、一番多いから一番ダメだよねって言われたんですよ。で、とりあえずね、すいませんって感じで思うじゃないですか。で、やっちゃったなとか思いながらさ、表を見たわけですよ、私も。で、それを表を見ると、私は8時間勤務でミスが2回。で、そのパートさんが比べてた何々ちゃんは、4時間勤務でミス1回だったんですよね。なんかもうね、不服だったんですよ。もう、これ比較するんだ、みたいな。で、もう私はここでね、よし、ここで長時間のバイトすんのやめよう。ミスを減らして、ゆっくりのんびりやろうって考えるようになりました。もう、評価基準そこなんですねって思ったんですよ。なので、翌日からもう、スピードを落として、もう、ただ、ミスをしない。もう、これだけ心がけるという方向に、もう、チェンジしました。店長からしたらね、もうなんか、あんだけね、やっぱね、パッパ通してくれる人の方がありがたいとは思ってたんですけど、けど、私はそれどころじゃないんですよ。私にとっては、知らないパートさんから嫌味を言われるっていう方が嫌だったんですね。なので、コミュニケーションの方が大事。だから、本当だったら、一生懸命仕事をして、早く売って、お客さんに喜ばれるっていう図がね、正解だと思うんですけど、見える化されたデータよりもね、感情論の方が優先される会社では、もう、程よく仕事をするっていうことをね、覚えたんですよ。若かりし頃。確かにね、ちょっと、うん。そう、嫌味を言われたくのがもうめんどくさい。そっちの方が強かったですね。うん。アルバイトっていう、雇用形態だったっていうのもありますね。そこまで責任よりね、みたいな。そんな感じの日でした。
若かりし自分のお話